皆さんごきげんよう、上川薫です。今回も世界中で起こっている様々な安全保障関係のニュースを取り上げていきます。今日主に取り上げるニュースとしては、まず第一にアメリカ・ウクライナとの電話首脳会談が行われました。そこでトランプ大統領がロシア軍に占領されているウクライナの原子力発電所についてアメリカ所有のものにすることを提案しました。これが一体どのような意味を持っているか解説していきます。二つ目は、ウクライナ軍の遠距離攻撃がロシア軍の弾薬庫を大爆発させるといった成功を見せています。ウクライナ軍が攻撃することが分かっていて、ある程度防護はしているはずのロシア軍ですから、それをかいくぐっての大きな戦果となります。三つ目は、トランプ大統領の政府予算の削減政策について、安全保障関連では、ヨーロッパからのアメリカ関与を減らすといったことが公言されています。これに伴う話として、きっと中国に対する備えを厚くするだろうと見られていました。しかし、この点については、どうも雲行きが怪しくなっています。中国を抑えるための米軍再編ではなく、アジア方面においても、米軍は強化ではなく、もしかしたら削減される方向へと話が進むかもしれません。それではまずは最初のアメリカ・ウクライナ電話首脳会談について解説します。つい先日、米ロの首脳会談が行われました。ここでは、アメリカから提示された30日の全面停戦合意案については、プーチン大統領から様々な注文が付けられて、実質的には却下されました。しかし、プーチン大統領は、いやいや、いつかは停戦したいよねといった形で一部分だけを認めました。それが、エネルギー・インフラ施設に対する攻撃については、停戦しても良いという提案です。トランプ大統領はこうしたたとえ一部分でもあろうとも停戦合意ができるといったことで外交が成功したと発表しました。トランプ大統領の理屈によればこれまでヨーロッパ各国の首脳らはプーチン大統領とまともな交渉ができず停戦合意案がどんな形でもあろうとも成し遂げることができなかった。それが初めてできたのが自分であるとしています。ただしこの場合だとアメリカという超大国の軍事力や経済力を背景にしたトランプ大統領であり、国の持っている力といったものが外交に大きな後押しをしています。何にしてもエネルギーインフラ施設に対する攻撃停止についての合意については、今度はウクライナとの協議があります。ゼレンスキー大統領は、このエネルギーインフラ施設への攻撃停止については、合意できるとしています。エネルギー施設は原子力発電所、火力発電所、水力発電所などです。ただし、火力発電所と水力発電所についてはすでにロシア軍が遠距離攻撃も加えており、そのほとんどが損壊しています。そのため、攻撃を受けていない、占領されていない原発が全力稼働してウクライナの電力を支えているような状態です。それプラス、陸続きのヨーロッパ側からの電力の供給といったものも一部入っています。さて、このような状態でロシア側に占領されている原発があります。それが南部ザポリージャ州にあるザポリージャ原発です。ウクライナには4つの原子力発電所があり、計15基の原子炉があります。ザポリージャ原発はその中でも最大のものであり、ヨーロッパ最大級の原発です。ロシア軍による占領前であれば、ウクライナの 20% の電力はザポリージャ原発が発電していました。現在ロシア軍の占領下にあるザポリージャ原発は、ウクライナ側に対する電力供給はできておらず、現在 IAEA による事故発生がないようにと監視が行われているところです。現状外交交渉で取り戻すことが難しい上、南部戦線においては長い間戦線が膠着し、軍事力を持って奪還することも今は難しい状況です。そこでトランプ大統領がザポリージャ原発についてこれをアメリカ所有に切り替えることによって、アメリカが今度はプーチン大統領と交渉して、アメリカの権益としてロシアの好きにはさせないようにしようということを提案してきたわけです。アメリカ保有にした場合において、ロシアのプーチン大統領がこれを認めるかどうかはわかりません。しかし、これを認めさせることができれば、少なくともザポリージャ原発を活用することができるわけです。トランプ大統領は、ウクライナを支援するのであれば、その見返りは用意しなさいと何度となく注文をつけています。地下資源交渉について言っても、利益の 50% はアメリカへと持ち帰ると話していますし、また、今回の件について言っても、ザポリージャ原発をアメリカ所有とするのであれば、何らかのその収益についてはアメリカへと持ち帰ることを提案することでしょう。現状のウクライナにしてみれば、話を飲んだ方が良いのが現実です。このままであれば、ロシア側が完全な制御下に置き、
自分たちのものとしてしか使わないことでしょう。そうなれば、ウクライナに至っては完全喪失を意味します。そうであれば、たとえ利益の半分でも持っていかれようとも、ウクライナ側にコントロールが戻ってくることの方が現実的には重要となります。ウクライナ国民からは、ウクライナの資産をアメリカに売り渡した大統領として汚名は残りますが、ウクライナ国民にとっての利益は未来に残すことができます。なお、電力についての話なのですが、日本とウクライナでは少し事情が異なる点があります。それが、電気が輸出品として使えることです。日本では自分の国の中で使うことを前提として発電がされていますが、ヨーロッパにおいては各国における電力網が接続されているところがあります。有名なところでは、フランスの原子力発電所、たくさん原子力発電所があるので、その豊富な電力といったものを海外へと売ることもできます。例えば隣国のドイツなどが購入することもあるのです。同様にして、ウクライナにおける電気が余る状況となれば、今度は海外へと売ることもできるでしょう。ただし、これらの話というのは原則論から言えば、本来であれば、ウクライナにとってはしないでいいはずの決断となります。そもそも侵略しているロシア軍が撤退してくれれば、こんな判断はしないでいいわけですし、自分たちの原発をアメリカに持っていかれるといったことなども考えないでよかったわけです。そうした筋論といったものが全く通らないのが、軍事力を使って現状変更するロシアという存在ですし、そうしたロシアと話し合うためにも、強大な武力や経済力を持ったアメリカという国が外交交渉力を持つわけです。続いて、外交交渉においては停戦についてあれこれといった話が続いていますが、戦闘は現在もなお継続中です。ロシア側からは一般市民に対する攻撃は相変わらず続いていますし、ウクライナもウクライナで遠距離攻撃でロシア軍やもしくはロシア軍を支える経済についてダメージを与えようと攻撃を図っています。今回大きな戦果を上げたと見られているのが、ロシア・サラトフ州エンゲルス空軍基地に対するドローン攻撃です。この空軍基地は国境から640キロ、主に戦略爆撃機が配備されていると言われています。この戦略爆撃機は大型の長射程ミサイルをウクライナに撃ち込むといったことで知られており、ロシア軍の攻撃拠点の一つです。空軍基地には弾薬庫や燃料庫などがあるのですが、その中でも今回大きなダメージを負ったのは弾薬庫の方だと見られています。2つの写真左右に並べましたが、これは1つの場所に対して各地から写真が撮られたものです。遠方からでもはっきりとわかるほどにかなり大きな火柱と黒煙が上がっています。住民からははっきりとドローンがやってきていることが映像として捉えられ、ネットに上げられていました。こちらの映像は弾薬庫が爆発した時の衝撃や音が伝わってきた様子です。大きな爆発音と衝撃波が訪れており、住民たちがみんなカメラを向けたのも当然のことでしょう。合わせて最近の戦況状況についても解説しておきます。こちらの地図は戦争研究所の発表しているものです。まずはクルスク州における戦いから、ウクライナ軍は現地司令部を置いていたスジャから撤退し、現在では国境周辺で戦いを継続しています。ウクライナ軍としては、クルスク州から全面的な撤退をするのではなく、このまま守れる場所については守り続けて、ロシア領側での戦闘を継続しようとしています。一方で、撤退した部隊がそのまま全てお休みに入ったわけではありません。同じくロシア領ベルゴロド州、今度はそちらの方へと攻勢をかけており、国境周辺での戦いが始まっています。これは全体の戦略としては、ロシア軍の戦力を東部戦線一箇所に集中させるのではなく、この北部地域での戦いでもある程度戦力を釘付けにしようというのが狙いです。プラスアルファ、クレスク州で制圧地域を確保していた時と同じようにして、ある程度突破することができれば、それをもってして外交カード化することも狙いと見られます。軍事と政治は密接に関わり合いがあり、こうした政治上の目的での戦いといったものも続けられることでしょう。その他東部戦線でも各地で戦いは続いており、ロシア軍としてはどこかで停戦するのであれば、ある程度力をつけても良いと考えているでしょうし、ウクライナもウクライナでもしも停戦するのであれば、少しでも良い場所での停戦といったものを考えて、反撃を行えるところでは反撃を行うでしょう。そのため外交交渉が行われているからといっても、決して戦いが沈静化しているわけではありません。続いては、トランプ大統領の政策により、
アメリカの軍事的な影響力についても世界的に縮小するかもしれないという話題です。現在、トランプ大統領は連邦予算の節約といったものを目指して支出の見直しといったものをかなり大胆に進めています。有名なところでは、イーロン・マスク氏の進める削減政策により海外に対する援助案件8割をカットするといったことが実施されています。こうした支出の見直しは軍に対するものへと広がっています。その代表例としては、ヨーロッパに対する安全保障政策の変更です。トランプ大統領は、ヨーロッパの安全保障はヨーロッパで自分たちでやれるようにしてほしいと要望を出しています。そのため、アメリカに対する依存は減らしてほしいし、アメリカ自身もヨーロッパに対する関与を大幅に低下させるといったことを方針として示しています。ただし、対中国戦略上においては、アジア地域に戦力を増強するだろうというのがこれまでの見方でした。しかしそれも予算削減の中で怪しくなっています。トランプ政権が NATO 軍最高司令官ポストの放棄検討とアメリカ報道。議会は懸念。アメリカ NBC ニュースは、米軍の指揮官が担ってきた NATO ヨーロッパ連合軍の最高司令官ポストを手放すことをトランプ政権が検討していると報じた。政権が進める支出削減に向けた米軍再編案として浮上しているという。報道内容に関し、共和党から懸念の声が上がっている。報道によると、国防総省は米軍の司令部や部隊の大幅再編を検討していて、その一つとして NATO ヨーロッパ連合軍の最高司令官ポストを手放す案が出ている。同ポストは約75年にわたり米軍の大将級が務めてきた。ポストを手放すことになった場合、NATO を牽引してきたアメリカの立ち位置を変えることにつながる可能性がある。この報道は米軍の大幅再編をめぐり、ヨーロッパ地域を担当するヨーロッパ軍司令部とアフリカ地域を担当するアフリカ軍司令部を統合する案や、中南米を担当する南方軍司令部と北米などを担当する北方軍司令部を統合する案があることも指摘。計画していた在日米軍の拡充を停止する可能性についても報じた。上院軍事委員会の共和党議員ウィッカー委員長と同じく共和党の下院軍事委員会のロザース委員長は報道を受けて懸念を表明する共同声明を発表した。NATO 欧州連合軍最高司令官のポスト放棄や米軍再編などの対応はアメリカの抑止力を弱め、敵対国との交渉におけるアメリカの立場を損なう危険性があると指摘。議会との協力や関係部局との調整がない大幅な米軍再編は受け入れないと述べた。トランプ大統領のこれまでの発言からすれば、ヨーロッパに対する関与はどんどんと減らしていくというのが大きな方針でした。ですから、関与を減らしていくという意味において、この報道はそうなったとしてもおかしくないなと思わせるものです。しかし一方において、対中国戦略上重要である、このアジア地域における戦力増強を行わないというのは、これは危険な兆候でもあります。なぜならば、中国は確実に軍拡を進めており、戦力の増強を図っています。一方においてアメリカが何ら手を打たず現状維持でいいというのであれば、このアジア地域における戦力バランスは中国の方がより影響力を増していくこととなります。その分トランプ大統領としては台湾や日本に対してもっと防衛費を出して自分の国は自分で守れるようにと求めてくることが考えられます。じゃあそれに乗っかっていっそのことをどんどんと戦力増強を進めればいいじゃないかと思うかもしれませんが、問題なのはその時に本当にそれが許されるかどうかです。従来の話で言えばアメリカから日本に対しては警戒感がずっとありました。それは日本が本当に目覚めた時はアメリカにとって脅威になるかもしれないという潜在的な考え方がアメリカには常にあると言われています。例えば原子力潜水艦を建造し日本の戦力としてなった場合においてアメリカが警戒するかもしれないといった話は昔からずっと存在していました。日本に対して自分で自分の国を守れるようにとトランプ大統領が言うのであればどこまで認めるのかといったことも探る必要があるでしょう。また現在カナダやヨーロッパ各国においてアメリカの兵器に頼ることはどこかの時点でアメリカからの支援が一気に途絶された場合において自らの国の安全保障に重大な危機が訪れるという考え方も
今、盛んに議論されています。同じように日本もこの懸念を持って、戦闘機についても完全国産化を目指そう。F-35 についても、もうその次期戦闘機については、アメリカから買わないといった基本方針が示された場合において、トランプ大統領がどのように考えるかについても、やはりある程度探りを入れる必要があるでしょう。トランプ大統領は自分の国は自分で守れと言いつつ、アメリカ製の兵器はもっともっと買えと日本に対して矛盾する要求を突きつけてくる可能性も十分あるからです。今の商品権問題で足元がぐらついている石破政権では、こういった長期的目線での安全保障問題に関しては、全く力を発揮できないことでしょう。それだけに今年行われる参議院選挙と、それに伴う大きな議会勢力の変動といったものは、新たな政権誕生へのチャンスともなります。もちろん全く逆にもっと弱体化した政権が生まれる危険性もあるわけですが、少しでも今よりマシな政権が生まれてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は、他の方にもぜひともこのチャンネルをお勧めしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。